通じゃないですよ、タイプ R の。これ相当速い車でしょ。ちょっとだけちょっとだけちょっとだけ。はい、ちょっとだけですか。ちょっとだけこの愛車はどのぐらい所有しているんですか。今で9年目ですね。9年目。はい、新車で買って。新車で買ったんですか。はい、新車で買いました。走行距離はどのぐらい走ってるんですか。走行距離今14万4000キロ。うわー、よく乗ってるんですね。いいですね、好きでずっと乗ってます。はい飽きないですか、この車。飽きないですね。今すごい普通に街乗りもしやすくて、燃費もいいし、あとちょっとスポーツ走行もしやすくて、サーキット走ったりするんですけど。あ、そうなんですか。サーキットで走るんですか。はい、サーキット走ります。私はね、車ね、もう3、4ヶ月ぐらいでもう飽きるタイプなんですよ。そんなに自分は。早い。私9年は乗れないと思う。乗れない。すごいよ、それは。全然壊れないし。若い時から車好き？あ、車好きです。はい。なるほど。一番最初は三菱のランサーエボリューション。おお。はい。その後にこの車になって2代目です。はい。2代目ですか。ポイントというか、まあ自分でこういじったところとかはまず、まあ見てボンネットとフェンダーが違いますよね。はい、変えてます。かっこいいですよ。フェンダーは特にいいですよね。そうです。ちょっとボリュームのある。ね、ボリュームのある、その空気がエアダクト抜けるエアダクトがあるところがなかなかいいですね。ありがとうございます。で、色もいい。ありがとうございます。これは純正の色？純正色、はい、あるんですけど。塗り直したりする？デフォルトで、はい、標準でありました。同じ仕様、同じ色、あれだけになるとつまらないんじゃないですか。つまんない。そう、個性がない。それ個性がないからこそこれがいいと思いますよ。ありがとうございます。オリジナリティで。オリジナリティで、そこがね大きいと思いますよね。車の改造にも、車買う時も、やっぱり同じ車のイベントかカーショーに行って同じ色のタイプ R が5、6台とか7台とか8台あったら悔しいだろう。ちょっとなんていうのかな。なんか嫌だと思わないですか。思います。同じのじゃ面白みがないから。そう。スティーブ的視点ってどうやって知ったんですか。私は諸星さんのアベンタドールの動画を見たのが多分初めてだと思いますね。スティーブはどの車が一番好きなんですか。それはね、一番答えにくい。答えにくい。このトンネルの後はそれ答えできるかもしれないんだけど、トンネルがあるんでちょっとエンジンの音を聞きたいですよね。トンネルの中で。いいですよ。ちょっとだけです。でも本当に。ちょっとだけいいですよ。もういいな。いい音じゃないですか。いいよ、これいいですね。ありがとうございます。はい。ちょっと大きめの音ですけど。いいな。もう走り屋ですね。楽しそう、この車。一番気に入りの車はやっぱり箱スカだな。箱スカ？箱スカだよ。そうなんだ。もったいないとかって。もう箱スカはいいよ。旧車がいいですよ。旧車好きなの。旧車の良さを知って、旧車を覚えて乗って、それで今現行車の良さがよくわかる。っていうのはこれだけ乗っちゃうと、どんだけ車の技術が40年前から進んできたかっていうのは
分かんないと思うんですよね普通は。ああ確かにわかります言ってる意味は。古いのと今のとそうビフォーアフターじゃないけど。そうです。でもそういうのはだからこそこういう車の技術、速さ、力、もう良さがよく、もう知るという感じなんですよね。私に言わせると。すごい。でも深い深いでしょ。あれ哲学者みたいですね。すごい。でも本当に車の良さを知るには、あれですよ。やっぱり自分をハンドル握って運転することですよね。そうですね。やっぱ運転しないとわからないね。ですよね。なので、まあちょっと初めてのあれで、言って聞いて頼んで悪いんだけど、ちょっとだけなら運転させてくれないかな。運転？国際免許を持ってきてるよ。持ってるの？ある。スティーブマニュアル運転できる？本当に？少しからまだ勉強中の部分はあるんだけど、クラッチがいっちゃったらもう買ってあげるよ。新しいクラッチを入れてあげるから。本当に？それならいい？いいよ。だったらいいよ。よし。いい音。ありがとうございます。いいね。ちょちょっと前にどうぞ。回していいですか？はい。クリスマス背が高いですね。いいね。はいよ。じゃあちょっと出発します。はい。気をつけてください。はいよ。あれスティーブクラッチうまいね。いや、いろんな車に乗ってるから経験があるんだけど、逆にそのいいところと悪いところがあるんですよね。他にもうすぐ車みたいなクラッチになって思ってしまうと間違えたりエンストールしちゃったりすることもあるんですけどね。でもこれは運転しやすいですね。運転しやすそう。マイルド。クラッチが全然前に、軽い。音もいいし速いし、エンジンの回転がめっちゃ速いっていうか、そうですね。パッとすごいよく回る。パッといきますよね。回るんですよね。ところでこの自分の車の助手席に座って運転ドライブしたことあります？ほとんどない。すごい新鮮。その感覚は新鮮な。新鮮、楽しい。しかもスティーブが運転してくれてる。こういうね、こっちからの見方と車のなんていうの良さは違う意味では分かりますよね。今度外から撮られた映像とかも見ると、やっぱり俺の車はこんな風に見れるんだ、こういう車なんだっていうのはね、なんかまた違うんですよね。そのなんていうか人の視点っていうか。そうですね。ちなみにスティーブ的視点のもう一番気に入った動画はどういうものですか？一番気に入ったのはお好み焼きおごってF360乗ってるやつ。あれな、あれ面白かったですよね。面白い。すごい羨ましいなって。すごい。みんな別にランボルギーニのみんな持ってるわけじゃないし、安い車だろうが、その人一人一人にとってその車の良さ、その車のなんていうその愛情というか、そこをね見せたいなと思いますよね。人に。森さんのこの9年所有して、この9年間乗って、この車をもう大事にしているというのはよくもう伝わってきましたよ。本当ですか。ありがとうございます。多分みんなに同じのはね伝われると思いますね。ありがとうございます。じゃあトンネルなのでいいですか？どうぞ。はい。5000回転より上まで回してください。はいよ。そうすると上が音がパカーレて吹いてくる。その ATF の本当に前が軽くなるっていうか、こうハンドルがこうなること少しありますよね。加速する。そうなんですよ。怖いぐらい。車が楽しい。車はこれからそういうなんていうの無人なんていうの自動で動く、ああいうのはねちょっとダメ絶対ダメね。若い人のこういうゲームはいいんだけど、車を実際に本物を乗ってみたら、その気持ち、その
その自由さというかアメリカ人としてやっぱり若い時から免許が取れるまで、もう待ちきれないぐらいは、もうドキドキでもうワクワクして、で車買って乗って、友達と一緒にドライブするのは楽しいことですよね。楽しい、すごい楽しい。いろんなできる付き合い、できる仲間ね、もう一生のそういう大事ななんかそういう付き合いになるわけですよね。なりますなります。ってなるから、そこなんですよね。ふとしたきっかけでね、すごい長い縁になったりもするし。そうですね。だから車に興味のない方にもそれ分かっていただければ、なぜ俺たちみたいな人が車にお金かけるのか、なんでこういう車を乗ってフェンダーを変えたり、あれしたり、またねかっこいいホイールつけたりする。そう、ドレスアップしたりね。それは自分の構成でさっきの話がありましたし、またオリジナリティと、またなんていうの、プライドだよね。これは俺のマイカーだよね。そうです。そういうことなので、これは別に変な遊びとかじゃないと思うし、例えばお酒飲んで薬やって、薬物みたいなああいう変なのじゃなくて、これは楽しく綺麗な遊び方だと思いますね。あとはやっぱりみんな一人一人の車の違いをバカにしないで、お互いのね好きなそういうのはね、みんなは違うっていうのは、改造の仕方が違うっていうのは理解し合ってでいけば幸せですよね。そうですね。世界のこの世の平和になるかもしれないね。いや、楽しみ方いろいろありますからね。ありますよね。森さん、今日はとっても楽しかったですよ。本当ですか。ありがとうございます。お会いできて、またね友達になってくれて本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、Thank you。どうも、じゃあ最後にイエーイ。ありがとうスティーブ。